ゆうきとネキの好きにやる TV。 4月だよ4月、はい、春休みが終わってそうですね。という頃かな。もう多分、今が4日だか6日くらいに、春休みが終わりがちという話は聞きました。はい。私たちはもうね、春休みってもう久しぶりに聞く言葉よね。ね。そして春休みが終わる頃に背景が宇宙になりました。宇宙にね。これすごいから、物理宇宙だから。そう。触れる宇宙です。触れる宇宙だからね、ゆうきとネキ宇宙へ。宇宙へ。それ自然体っぽいですからね。そう、まあシーズン2みたいなね。そうですよ。1年経つ頃にはね。そうですね。そうだそうだ。もうすぐ1年経ちますね、番組自体もね。不思議ですよね。あんまりそれ月日を感じないので。ね。正直どの回から見てもらっても大丈夫なこの好きにやる TV な気がしますね。なので宇宙です。さあ今回ははいはい、新学期とか新年度とか関係なくてですね、今回は印象的な語尾のキャラクターを語っていきます本当に全く関係ないね。そう、本当にいつから聞いてもらっても大丈夫な番組となっております。まあちょっとやってみたかったというね。そうね、どうですかね、印象に残ってる語尾ありますか？私はね、やっぱりペルソナ4のクマ。なんとかだクマって確かに最初どう考えてもおかしいでしょって思うんですけど、だんだん馴染んでやっぱりあれがないと物足りなくなってくるっていう。確かに、まあでもすごいですよね。クマがクマって言うって人間が人間って言ってるから、マジでそれなかなかそんなの許されるんだみたいな。本当ですよね。だからなんとかだニャーとかならわかるけど、なんとかだ猫ですもんね。でも確かにクマってなるとボビーどうなるんだろう。そう、鳴き声がガオかな。なんとかだガオみたいなことですかね。どうなんだろう。そうなるとクマは最終的にしっくりきたなっていう。確かにクマって音可愛いですしね。私あれかな、プリキュアをやらせてもらってた時にやっぱりそのお供妖精たちっていうんですか、みんなね語尾がそれぞれ特徴的だったし、私はラビリンっていうことパートナーだったんで、なんとかだラビと言ってて可愛かったですね。ああいう妖精さんたちというかすごい語尾特徴的だものね。なんだろうな、妖精さんって語尾あるイメージやっぱなんとなくありますよね。これ日本だけなのかな、もしかして。確かに海外のそういうものであんまり見たことないかもしれないね。そもそも口調の表現とか難しいって言いますもんね。英語だったりするとね、語尾ね、もしかしたら日本特有かもしれませんが。かもしれない。結構ね、最近それこそ番組にも英語字幕が対応するようになって、海外の方もね見てくださるようになったりしたんですけれども、どうでしょうかね皆さんね。語尾ってどんな気持ち？確かにこれ語尾どうなんだろう。どうやってこれ英語字幕になるんだ。この単語そうなるんだってちょっと面白いですよね。面白い、勉強になりますよね。はい、ということでね、皆さんからお便りをいただきましたので紹介していきたいと思います。隠れにゃんこさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうきさん、ねきさん、こんにちはなり。あ、出た。特徴的な語尾と聞いて、キテレツ大百科のコロスケのなりと再放送で見ていた魔法の妖精ペルシャの主人公、変身前の速水ペルシャのデスノが思い浮かびましたと。今回だけお二人も語尾に可愛らしい言葉をつけていただくというのはいかがでしょうか。キツネさんなので語尾にコンやアゲ、またはセレブっぽくザマスがよろしいかと存じますと。アゲってアゲはちょっといいな。あれですよね、それこそお供妖精じゃないですけど、横にいるこいつらは多分語尾ありますよね。確かにこの子たちは言ってそうだな。語尾にコンとかアゲとかついてるかもしれない。私たちはつけないです。年齢考えてくださいよ。人体だしな。何言うてはるん。君たちがコメントで代わりにつけてくれたまえ。そう、人に向けた銃は自分も向けられると思うべきだ。それはそう。そうね、まあよろしくねきとかは言ったけどね。なんか。やばいね。草っていうのに草生やしちゃった。あるよね、なんかいっぱい生えちゃう時ね。すごいな。やっぱりでもまあコロスケさんよね。やっぱ初代と言っても過言ではないのではないですか。語尾代表。語尾代表なり。
そうあとペルシャは多分あほちゃんはこれはさすがに世代ではないと思うから。そうですね。でも可愛いキャラデザ、そう好きだと思うデザイン的にね、すごいなんかいわゆる今の、みんなも好きな夢川デザインというか。そうなの、パステルカラーというかね、色合いがおしゃれで。デスノってそうでしたね、なんかね。お嬢様キャラなんですか？お嬢様風というか、そんな感じだった気がして、すっごいちっちゃい頃とかなので私も。あ、そっかそっか何の違和感もなく見てましたその時は。確かにな。それで言うとセーラームーンとかってルナとかって語尾ついてない。本当に人語ですよね。なんならウサギちゃんよりも人間らしい理性だった説がある。確かに、一番しっかりしてたしね。してた。セーラームーンの中にはダイアナ敬語喋るしな。あ、そっか。ね。ただやっぱり語尾だったりその敬語だったりにキャラクター性は出てたよね。出てたよね。語尾って結構そういう意味でこうキャラクターを表現する感はある。だからそのお嬢様じゃ特になくてもデスノがついてるっていう当時のそのすごく自由なキャラクター設定を感じますね。確かにそれだけでも印象変わるから設定した人がすごいな。本当そうですね。これ最初に生み出したのはマジ誰なんだろうな。一番最初の語尾ね。マジでキテレツかな。私は多分ここからしか知らないから、もしでもここのねご覧になってる方、有識者の方いらっしゃると思うので、最古の語尾がありましたら、あれかな、なんかすごい昔の絵巻物あたりから出てくるのかな。江戸とか平安とかからそう語尾に特徴のあるイケメンとかが出てくる。なんとかなりとかあの時代からありそうだしな。でも確かになりってそういうこと？なりってそういうこと？でもその時は語尾としてなりって使ったらなりけりみたいなことですよね。ありけりとかね。ね、ちょっと語尾の発祥をご存知の方がいらっしゃらぜひ。結構調べたら面白そう。ね、こうやって研究家の人ってね。なんかできていくんだろうね。確かに不思議な研究家の人いるじゃない、なんか。そうですね。なんかきっとでもいつか誰かの役に立つんだと思うのよ。だと思います。続いての語尾はこちら。にょ、にゅ、にょ、に私これは大好きです。かりんさん、34歳男性。特徴的な語尾のキャラクターといえばデジキャラッタのデジコ様だにょ。すごい、全部これ語尾つけて送ってきてる。他の星のプリンセス、猫耳、メイド服、ザラキケンパチより目立つ頭の鈴という。確かに。そこ比べるケンちゃん。ちょっと頭に鈴ついてるっていうくくりで一緒なんだ、デジコとケンパチって。ちょっと可愛く見えてきたな。いやケンちゃんは可愛いでしょ。可愛いか。ケンちゃんは萌えキャラですよ。そうなるかやっぱり。で平成の萌え文化の王道感が実に良いにょ。また作中のパーティーナイト名曲なので多くの人に聴いてほしいにょ。それでは地球の皆さんバイバイだにょ。そうですよ。これだね。地球の皆さんバイバイだにょっていうのがあるんですよ。あえて言えなかったよ、そっちでは。変に寄せると本当に事故るから。いややっぱ。わかる、嬉しい、分かり手がいて嬉しい。分かり手ね。分かり手がいて嬉しい。確かにな。そして続いて、星空のガーディアン皇帝さん、男性さんからいただきました。プチキャラットことプチコの語尾であるニュがとっても可愛いと思うにゅ。キャラクターもとても可愛いのですが、演じる沢城みゆきさんは中学生で、彼女がやっていたラジオ番組プチコの教えてホッケミリに高校合格おめでとうなんてメールを送ったのも思い出の一つになってるにゅ。またデジコの部屋というラジオもやっていて、その公開録音で出会った友人とは20年以上経っても親友ですということで、いやすごいですね。デジキャラット、私多分最初にゲーマーズにグッズ買いに行ったのってデジキャラットでしたね。プチコが推しで、まだ推しという言葉もない時代でしたが、プチコがめちゃくちゃ大好き。てか焦げどんぼ先生の絵がすごい好きだったんですよね。そうでなんか画集めっちゃ買いましたね。これは可愛かったね。可愛かった。アニメもやっててすごいトンチキなんですよ、内容が。何やってるのか分かんなかったアニメ。そうなんですよね。見てたけど。そうなんかたまに出てくるなんかすごい眉毛の太い謎のキャラみたいなのとかめっちゃおもろくて、なんて名前だったかな。そうあいつとかをしてましたし、あとなんか私ずっとプチコのなんかお守りがあって、お守りめっちゃ持ってました。あとポストカードセットだ。プチコだけプチコのポストカードセットが出てたんですよね。そうなんだ。だけなんだ。プチコの絵なんかね
わかんない、多分プチコのフェアで売ったかなんかだったと思うんです、もしかしたらたちも出てるのかもなんですけど、でも確かに未だにというか、沢城さん私もここから知ってるから、デジキャラットのイメージってなんだか強いんですよね。そうですね、私もやっぱり当時その中学生でその声優さんをされてるっていうので、私もこう彼女みたいになりたいと思ったきっかけがデジキャラットだったから、っていうのもあって、今ではね、日本を代表する。そうですよ。ここから。そうですよ。しかしその後ね、20年以上経っても親友関係なのもなんか素晴らしくて素敵ですね。どんな出会い方したのかもちょっと気になりますよね。やっぱなんか友達になってニョとか言ってたんじゃないの？あ、そうかな。友達になってニョとちょっと煽りましたよ。なんかさ、このニョとか2をきっと共有できたんじゃない？まあ確かにね、しかもなんかこのなんかデジキャラットのキャラクターってみんなそれぞれ特徴的な語尾で、それこそねピヨコとかもねピョみたいな語尾だったりとかして、男の子たちだけゲマ以外はゲマを男の子って言っていいのかわかんないけど、そうなんか語尾がないみたいな感じだったんですよね、確かに。このニャとかねニュとかさってさ、やっぱ知ってないと共有できないから変な人だと思われちゃうじゃない、いきなり言ったら。いや、突然は言わないんじゃない、さすがに。それを共有できた仲なんだろうなって、この20年代の方。そうですね。それは羨ましいかも。すごいですね。でもずっと20年以上その登録とかに通い続けてる歴戦のオタクなんですね。こちらのガーディアン皇帝さん。いいな。いや確かにパーティーナイト懐かしいですね。私なんかそれこそアルバム持ってました。キャラソンアルバム持ってました。キャラソンだ。そう。ほぼ歌えると思う、全部。すごい。そう。ウェルカムとかも全シリーズ知ってると思う。その頃おいくつ？14。じゃあもっと前か。小中学生ぐらいの。12、3とか。当時、まあ今もですけどデジキャラとすごかったもんね。そうですね。なんか。続きまして。はい。ナノだ。これはでも誰だろう。シュトワさん32歳女性。平成6年生まれの私にはハム太郎のナノだがまず思いつきました。最近アマプラでたまたま懐かしいなと眺めていたら、息子たち令和生まれがゲラゲラ笑いながら見始めて、ナノだと真似し始めました。うわー、そっか。子供がハマるもんかと思いつつ思い返すと、うるせえやつらのラムちゃんのダッチャであったり、ローゼンメイデンの水星石のデスなど自分の中から名乗りを上げてきました。またこのメールを書いていたら、カードキャプターさくらのほえーを言っていた高校の同級生を思い出しました。複雑です。確かにちょっと黒歴史にも入り始めてるんですかね。ほえーとかはわわとかね。ほえーとかはわわとかはね。しかもなんかほえーはわわに関しては汎用性が高いから、この後別のキャラクターたちで使ってる子もいっぱい出てきたりとかして、やっぱその最初を作ったさくらってすごいなと思いますし。そうね。確かにナノだといえば、そうか、バカボンかハム太郎かですよね。確かにな。なんでハムスターにさナノだって言わせたんだろうね。ね、あと最近だとやっぱズンダモン。そっか、ズンダモンズンダって言ってるの？いや、ズンダモンはナノだって言うんです。ごめんなさい。なんとかナノだ。そうなんだ。そうなのだ。わかったのだ。ごめんなさい。その理論で言うとなんとかズンだかと思っちゃう。確かにハム太郎ってさ、本当にストレートに作ったなんとかハムとか言っててもおかしくないけど。でもそれで言うとリボンちゃんがデチョアなんですよね。可愛かったね、あの子ね。なんかちょっとネズミ味があったりとか。ハムスターの皆さんってすごいみんな個性的だったもんね。可愛かったですね。こうしくんとかね。いや、ハマりましたね。確かに、なんであんなに面白かったんだろう。いやだって可愛いけどちゃんと面白くて、なんかハム太郎マジでハマった気がする。確かにな。グッズ全部ハム太郎だった時期ありますね。本当にそっか、直球でというか世代的に本当にハマってた。私多分本当に世代です。平成4年なんで生まれ。そうか。私ちょっと大人になって一周回った面白さで見ちゃってるところがあったから。そっか。そう。ラムちゃんはどちらかというとリバイバルした方の方が馴染み深いですけど、もちろん知ってましたし、でもやっぱローゼンメイデンも世代でしたね。でもちょっと流行りましたよね。なんとかなのだとか、あとね、明日もっといい日になる日。明日もっといい日になるよね。ハム太郎。そう。でも確かにダッチャですも可愛いもんな。水星石はなんかやっぱり一人だけね語尾ついてたりして、ちなみに私は総星石が好きでした。でしょうね。可愛い。水星石、どっちもやっぱ二人良かったよね。そうなの。この双子のね。
そうなんですよ。双子で出てきて、なんかその対であってみたいなのもあるんですよね。あとやっぱピーチピット先生の絵が可愛いんだよな、繊細で。コゲトンボさんもだし、ピーチヒットさんもだし、発明だよね、なんかね。いや本当に本当に。このタッチってね。そう。だからアニメにすんのすごっていうね。思った。そう。あれアニメにするのってなかなか難しいじゃないですか、絵柄的に。なんかすごいチャレンジングでしたよね。さあ続きまして。はい。あ、クポですね。クポね。クポって逆にもうこいつが強すぎて他のクポはいないよねっていう。いないと思う。はい。ゆっきょさんに42歳男性からいただきました。変な語尾のキャラ本当に世の中にいっぱいいるのですが、真っ先に思い浮かんだのは FF シリーズのモーグリでした。クポクポ。プレイヤブルキャラクターとして勇敢な勇気を見せてくれたのが FF6 のモーグ。セーブポイントだった FF9 のモーグリタッチ。国営の森と雲海で違う生態を見せてくれる FF14 のモーグリ族。アクセサリーやぬいぐるみで出演している FF7 や10など、各作品でいろんな顔を見れて結構好きなマスコットキャラクターです。ちなみに初出の FF3 ではニャーって泣いてたんですよ。言ってました。なんかね、最初クポじゃなかったんですよ。猫じゃないじゃんだって。定まってなかったんですよ。どちらかというとコウモリの要素が強いのでは、ね、だからといってクポは変なんだけどさ、5どうだったかちょっとそもそもそんなに登場してたかっていうのが定かではないけど、やっぱ6からなんでしょうね、このクポモーグリのね。そっかそっか、その勇敢な勇気で見せてくれたっていうところからモグの存在感が、私やっぱりさ、14のイメージが強すぎるから、14やってると、ごめんなさいね、ちょっと腹立つんですよ。私はナンバリングによっては全然違うよ。そうですよね、多分全然違うし、モグリによっても個体差がやっぱあるし、でもやっぱ FF の14のその雲海で古希使われるんですよ、モグリに。めちゃくちゃお使いさせる。エスティニアンのさ、エスティニアンのストーリーっていうかクエストで出てくるモーグリは良くないよ。良くない。しかも、なんかあの時点ですでにその雲海でお手伝いさせられてる時に、なんかイゼルはモーグリ可愛いって言ってるんだけど、エスティニアはあの時点でなんだこいつら腹が立つなって言ってて、仲間と誰もがあそこでやっぱ彼を好きになったと思う。そうなんですよね。なんかいたずらがちょっと度を超える時があるんですよね。そうなんだよね。そうなんだよね。あとやっぱさ、そんなにお手伝いさせなくてもっていう、そうおめえがやってねえ仕事を押し付けてくんじゃねえよっていう気持ちが強すぎてわかる。やっぱね、エスティニアンに同感ってなってしまう。あとさ、なんだっけ、あれはモーグリが出てくるさ、なんかいっぱい倒さなきゃいけないやつとか。モグルモグ。それ。あれもなんかね、時によってはちょっと余裕がないとね。でもどうなんだろう、モグルモグはもう流れ作業かも。私悲しいもう作業になっちゃった。そう、モグルモグは何も考えずに、私は最初すごい焦っちゃったからさ。そうですよね、いっぱい出てくるし、本当に事故が起きてさ、全滅の時あるじゃない。そうちょっと呼吸が合わないとみたいなところは当時ありましたからね。それとか勘弁してくださいって思ったけど、それも含めてモーグリのエンタメ性なのかな。確かに、チョコボとまた違った存在ですよね。不思議な。勝手なイメージですけど、チョコボは優秀なお供感があって、モーグリはあらあらまあまあって手のかかるお供みたいな感じのイメージというか、やっぱちょっといたずらっ子なね、雰囲気もありつつ、なんかいわゆるその妖精とか妖魔とかそっちのこうイメージを、なんかね、アイルランドとかのなんかその妖精さんとかって結構いたずらしてくる、なんなら人殺しちゃったりするような妖精も出てくるじゃないですか。だから多分そういう出典なのかなみたいな。FF なんかね、いろんなところの妖精とか神様がいっぱい敵として出てきたりもするし、世界観としてはそういうことなのかなと。チョコボはお供だね。なんかそう、チョコボはそのやっぱ優秀な相葉じゃないですか、やっぱイメージとしては、っていうのはねありますよね。それにしてもクポってどこから鳴ってる音なんだろうね。でもさ、ここここ14だとね、クポポって鳴ってますよね。話しかけるとクポポってなる。やっぱここかな。ポンポンが鳴ってるね。少なくとも6とかあの辺りだと語尾ではあったけど、もう14だと鳴ってましたもんね。それで言うとよくさ、語尾をモグにしなかったよね。一人称モグなんですよね、この子たち確か。そう。だからそこもまたかなり特殊と言いますか。これも多分もう誰が
設定し始めたのかも誰かも忘れてそうだなって思いました。なんか確かに。最初にゃーって言ってたんですよ。いやそうにゃーはちょっとおもろすぎる。にゃーはちょっとね、もうちょっと猫っぽいと思ってたのかな。結構聞いてみるとなんかそうだどうだったっけってことが多いからな。あの人たちというか。いやっていうよりね、ゲームを作ってる現場って多分本当に想像する以上に修羅場じゃないですか、ずっともう歴代、だから今ほど辻褄合わせて作ってる時の方が少ないんだよね。そういうことよねきっとね。ちょっとこうしてみようでなんか、でそれがなんかよかったら続くみたいなね。そうですよ、みんな本当に手探りで作ってた時期でしょうからね。クポね、今度聞いてみよう。続きまして、イカゲソ。これは印象的ですね。せいちゃんさんからいただきました。あおちゃん、ネキ好きにやるゲソ。語尾にゲソとイカで特徴のあるキャラクターといえばイカ娘じゃないか。お二人とも交流のある声優の金本久子さん、ひーちゃんの代表作でゲソ。確かに。お二人は知らないイカ、それとも知っていたゲソ。すごいな。ちょっとなんかなりきり系の方多いですね今日ね。やっぱね、語尾だから語尾つけなきゃみたいな、私が言わなくてもみんなやってくれる優秀ですね。ごめんね、これ多分私が読んじゃって。いや確かにこれゲソはわかるけどイカもこうやってちゃんと活用するのすごいなって思いましたね。確かに。なんとかじゃないか。一人に対して語尾って一個じゃないって思いますよね。二ついけるのっていうね。イカちゃんね、なんかまたひーちゃんのね、ひーさんちょっと呼び方定まってないんですけど、そう久子さんのさテイストで言ってるから面白いんですよね。確かにね。宇宙人かって言ったらあれですけど、そうみたいな。ちょっと浮世離れしてるのが合ってる感じで、確かに。イカとかゲソとか、ゲソすごいな。女の子にゲソって言わせるのすごいよ。ゲソってもうちょっと毛深い人が言ってるイメージじゃないですか。なんかゲってついてるから。そう硬くてわかる。そうこういう少女にゲソは確かにね。なかなか想像ついてなかったですよね。見てたけどさ、このアニメイカ娘って何って感じでしたもんね。そうなんだ。なんかまあね、だって頭もイカちゃんの帽子だけどね。イカなんですか、イカ娘ちゃんって。イカ娘確かイカだったと思うな。ってことは本体はイカの形をしてて、それが女の子になってるというか、なんかまあ擬人化ではないけれども本当人間の形の可愛いイカの娘みたいな。そうか。じゃあこういう種族のイカがいるってことなんだ。すごいな。イカの友達も出てくるの？いやイカの友達はいないけど、どうだったっけな、人間のお友達がいて、魚介類のお友達いたっけ？でもちょっとイカちゃんだけだったと思う、イカは。そうなんだ。でもなんか普通のイカとは喋れるのかなって気になりますよね。普通のイカ、この世界に。そっか、いないのか、逆に世界観的にイカは。なんかこの子だけだった気がするな。なんか例えば刺身とかでは出てこないんですか？怖い。普通のイカもいる。普通のイカもいるんだ。へえ、面白いな。なんかすごい流行ってたけど、うっかり履修するタイミングを逃したまま今に至るから。なんか流行ってたよね。すごい流行ってた。でもね、キャッチーですしね、やっぱりね。見てない私が言うのもあれなんだけど、多分この作品の良さは頭空っぽにして見れるとこだったんじゃないかなって思うの。そうだね。だからね、それをみんなから今ちょっとね感じてる。そうだと思うな。元気がなくなった時に見たい作品かもしれないですね。お仕事帰ってきてなんか癒されに見てる感じだった気がするな。可愛かったんですよね、本当に。世の苦しみをイカで浄化していたんじゃないか。ごめんなさい、失礼しました。それでは続きまして、だぞっと、これ私大好きですね。ジャンボさんからいただきました。僕はファイナルファンタジー7からタークスのレノを挙げさせていただきます。敵の立場でありながら相棒のルードとの関係がとても魅力的で、そこに邪魔するぞとあったり、あと今日は非番だとのように一文字加えるだけの口調であれほどキャラが立つなんて。言動を含め今考えてもかっこいいが過ぎると思います。思春期の男の子が真似してしまってもこれはしょうがないですね。すごいわかります。一番好きです私。男の子だったんだな。続いて最近は量より質なビール、45歳男性からいただきました。
同じく僕がおすすめするのは FF7 からタークスのレノだぞと。大人の余裕と癖になる語尾が最高。さらに本人がいないところで仲間たちが真似していることも魅力の一つです。まだ知らない方は覚えてほしいぞと。へー、大人なんですか？大人というかね、20代だったっけな。だいぶ働いて、後輩もいたりするんですけど、社会人3年目みたいなことか。タークスっていうね、4人組いてね、社長についてて、で敵対はしてるんですけど、要所要所でね、例えばエアリスだったり助けてくれたりとかするんですよね。そうだから敵ではないなっていう。でも立場がやっぱりあちら側なんで、いや魅力的でした。へえ。いや私実はそうセブンやってない。でもすごいよね、逆に。セブンやってないのよ。10と14やってるっていう。すごいよね。なんでだよみたいな。いやでも名作なんですよ、10と14もね。そうセブンやってないのよ。ね。そうどっかでやるか。やりたい。好きだと思うし、これとお声で藤原啓治さんでなんかね、全部よかった。啓治さんがやってんの？うわめっちゃいいな。そうなんだ。いや私これ正直これ声優さんどうやって処理って言うとよくないんですけど、語尾ってやっぱ処理難しいんですよ。でなんかベタベタしてないかっこいいキャラクターで、そのなんとかなのとか、なんかでちゅわみたいなことができないキャラで語尾があるってどうやって処理してたんだろうと思ったけど、啓治さんならわかるな。そうで、なるほど。最初藤原啓治さんで聞くとちょっと重みが発生しちゃうんじゃないかって思うんですけど、実際聞くと軽やかさとでも説得力みたいな。レノはかっこいい。なるほど。タークスみんないいんですけどね。そう。だぞとめっちゃむずいじゃん、語尾の収め方。そうだぞとみたいなね。超難しいと思ったけど、なるほどね。言われて想像ついた。これはね、本当男の子も女の子も惚れちゃうね。そっか。であとこうありたいってちょっと思っちゃうのよ。敵にいながらちょっとたまに手を貸してくれたりとか。主人公側よりも敵の方が洗練されてるみたいなパターンってありますからね、やっぱりね。この後タークスのゲームが確かなんだっけ、ドコモの携帯の何かで限定で出て、私買いましたもんそれ。ドコモのそんな限定で、すごいタークスのゲームみたいな確かあって、それくらいねあの人たち良かった。そうか。だからシンラカンパニーをちょっと嫌いになれないというかね、FF7 って。気になりますね。ちょっとねきっとやるね。リメイクもいいし、なんかでもできたら昔のやってほしいね。でもポパイみたいなね。そうじゃん。綺麗な絵のやつがいいよ。そうですか。綺麗な絵のやつがいいよ。かっこいいよ。見たいもん私だってイケメン見たい。いや一応画面自体は見たことあるんですよ、昔のもね。有名なんで。確かにでもかっこいいんだけど、だからその綺麗な例えばじゃあビジュアルとかじゃないんですよね、タークスレノの魅力って。でもかっこいいよ。そうですよね、確かに。そうかっこいい。なんだろうな、自分が多分彼らの年齢はもう越しちゃったんだけど、それでも永遠のお兄さんというか、近所のやんちゃなお兄さんみたいな。なるほどね。一番好きなのレノですか？一番ね、一番難しいな。一番っていうか私 FF7 に関しては、なんかもう好き嫌い超えちゃってるから、ミッドガルとかシンラカンパニーとかもうコスモキャニオンとか全部好きになっちゃってるんですよね。世界観としても好き。でもレノかな。でもね、私やっぱり当時赤いマントへの憧れが強かったんでヴィンセントかもしれない。棺桶で初対面棺桶というかなんていうかね、棺桶から出てくるんですよ。どうして？じゃないんですけど、棺桶に眠っててね。そう。棺桶で眠って、そうか、ヴァンパイア的なこと？ヴァンパイアではないんですけど、私このキャラ見たことありますよ。見たことあると思う。この子ってさ、この子でゲーム出てないですか？出てますよね。出てます。それを知ってるかも。多分あれですよ、ディシディアとかさ、なんかそうだ、ディシディアで知ってた。大集合してるところでは活躍してるはず。私なんとディシディアをやってたんですよ。そう、ディシディアでだから多分どっかであれだよね、共演してたよねみたいな感じよね。そう絶対見たことあるんだよねみたいな感じなんだよ。単純にね、なんかこの感じに惹かれたかも。そっか。レノでも好きだな。でもヴィンセントはなんかいろんな意味で好きだな。確かになんか憧れる要素が詰まってそう。さあ続きまして、マルコさんからいただきました。初投稿です。私はのんのん日和より宮内蓮華ですね。
初めて見た時は心がざわめきましたね、はい、恥ずかしながら私が離婚して昇進しきっていた頃にのんのみよりを知り、レンチョンに出会い、精神が安定して生きる活力を与えてくれたレンチョン、可愛さと優しさの化身、私の人生のバイブルなのと。そうか、それでのんなのかな、のんってね。そうなんだ。いや私もこれそう恋は横取りちゃん、私超仲良くて、いや本当によくなんならもうまたすぐ遊びに行く予定あるぐらい仲いいんですけど、なんかとはいえ、実はミリ集で超お恥ずかしながらあるよね、そういうのね。仲いい人の仕事ほどさ、仕事でつながってないからさ。そうなの。わかるわかる。友達のバイト見てるのはずいみたいなのあるじゃん。友達が働いてるスタバに行くのはずいみたいなのあるじゃん。あれに近いものがちょっとあって。割とこれニャンパスの子よね。ニャンパスですよね。確かにな、これ私語尾ってあんまり意識せず聞いてたかもしれない。自然すぎてなんか。そっか。でもそうだったね。なんとかなのんってね。全部のにつくタイプの語尾なんですか？いや、この子だけだったような気もするけど、これもちょっと見てはいたんですけど。癒されそう、確かに。ゆるい感じがね。可愛いですね。でもね、それこそ履修してないけど絶対知ってる作品だし、キャラデザも知ってるしっていうのありましたね。あと語尾もなんなら知ってる。そうね。からやっぱ語尾ついてるキャラってさ、インパクト強いんだなって思いますね。私もなんとなく見ていたながらも、ああそうだったねってなるから、多分さりげないインパクトがありますね。そうだよな。バイブルなんだ。そっか、可愛さと優しさの化身。いいですね。なんかでもやっぱりなんだろうな、穏やかにというか、楽しく面白おかしく生きてるこう可愛い生き物たちのなんか象徴として語尾がある気がする。それこそ妖精にちょっと近くなるというか、みたいな感じはありますからね。そこに癒しがあるんだよ。いや、いいですね。でもあるな、そういうのはな。そうなんか現実の人間から切り離されている生活感のなさがあるからこそ、なんか与えてくれるやっぱ。こうものはありますよね。本当にアニメの登場人物見てるとなんか心が落ち着く感じって、特にバトルじゃないこういうものってね、そこなんだろうなって。やっぱ日常系のアニメって一定絶対的にそのワンシーズンになんか必要枠があるんですよ。やっぱそこはなんかそこで生きてる人たちがいるから、その人たちのための供給が必要なんだなっていうのはめちゃくちゃ感じますね。そうね。さあ続きまして。ダナモおからドーナツさん23歳男性。僕が思う特徴的な語尾のキャラクターは動物の森シリーズに登場するタヌ吉です。タヌ吉はダナモといった語尾を使うタヌキをモチーフにしたキャラクターで、ゲームの中では商人として主人公にさまざまなものを与えてくれるなくてはならない存在です。ダナモは名古屋弁でですねといったニュアンスの言葉だそうですよ。子供の頃タヌ吉にベル動物の森の通貨を取られ続けた過去も今となってはお金の大切さを知ることができるいい経験だったのかななんて思います。そんなことするのタヌ吉さん。いや、なんかみんなすごいタヌ吉のことを悪く言うんだけど、返済する期間を全く決めずにお家を建てさせてくれて、それはすごいね。しかもちゃんと返したらどんどんお家も大きくさせてもらえて、みたいな感じにしてくれてる。私なんかそんなタヌ吉ってそんなになんか銭ゲバックないイメージだって金利なしでさ。そうもっとしんどいことはいっぱいあるよって思うから、そう本当に全然いいじゃない。そう金利もないしっていう中でその家をだって建てさせてくれるんですよ。大変よみんな。そう未開の地に。そうでしかも他のその生活の必需品とか説明とかも全部タヌ吉がしてくれてみたいな。しっかりしてる方なんですね。そう中で唯一商業ができるのがタヌ吉だけなんですよね。他の住民たちはみんなその物々交換とかをしてるような空間だったりするので。本当にじゃあなんていうか、商人社会というか、そう言うたら行商の方というか、ちゃんとなんでしょうね、定住してらっしゃるんですけど、そうっていうイメージがあるから、なんかタヌ吉私なんかね動物の森をやってる一定層の人はタヌ吉を本当にすごい悪く言う。なんか主戦度のようにきっと言ってるのよね。そんなことなくないみたいな。なるほど、わかりました。ただゲームの中でもこんな厳しいのみたいなね。それは確かにあるかもしれない。しかもね、なんか結構ちゃんと順当な値段で買ってくれるんだよ。なんかその辺で釣った魚とかをなんかちゃんと何匹でも引き取ってくれるんですよ。それはすごいね。村にいくらでもある木の実とかをいくらでも引き取ってくれるんだよ。
逆にすごいって、ありがたい存在じゃないですか。そう、私はだから、この人ちゃんと商売成り立ってるのかって心配だったまであったんだけど、なんか資産家か何かなんですかこの方。じゃあね、安定してるんじゃないもともと。でもなんか、それこそ村が成長して、こっちが一生懸命その返済とかお家のローンの返済とかをすると、なんでしょう、たぬき七商店も最初は本当にボロボロなんだけど、それが大きくなってデパートになるの最後。なんかその不動産業的なことからなんかちゃんとコツコツ自分のちゃんと利益も上げてたみたいなのが分かって、じゃあほっとしたんだけど。ただこれ多分ね、名古屋弁でダナモがですねって言ったニュアンスってことはやっぱしっかりした人の表現なんでしょうね。そう、なんかあと分かんないけど、ダナもすごいなんだろうな、タヌキのおっとりした印象っぽい音で可愛いですよね。なんかまろやかというか、なんとかですねってそのまま言われるよりもダナモっていうのがなんかタヌキさんらしい、でもね、しっかりしたタヌキさんというか。しかもね、なんか動物の森はそのなんかみんな語尾が違って、語尾とかあと挨拶とかも結構自分でカスタマイズが確かできるんですよ。流行っちゃったりとかすると、しょうもない言葉を挨拶で流行らせたりとかするととんでもないことになるんで、本当に友達がとんでもないあとちょっとここでは言えない言葉を冒頭に挨拶にして、それがブラジルで流行っちゃったりとかして、あちゃーみたいな。なんかそういう遊びしてる人いるね、たまにね。そうみたいなのがあったりするから、動物の森は結構確かに全員に語尾もあるし、なんか印象的、語尾といえばっていうところありますね、言われてみれば。へえ、初めて知った。私は逆にゲームたくさんやっててもまさに動物の森を通ってないから、そっかそっか。じゃあここで F7 やって、動物の森やってでもね、なんかわかんないけどネキは動物の森できない気がする。なんで？戦わないし、そっか、コツコツ村を作るみたいなことが苦手そうじゃない？そう、私はちなみに動物の森2600時間やってるんですけど。すごい。何そんなやんの？ずっともう島をずっとクリエイトして。誰か攻めてきたりはしないの？しない。そうなんだ。なんで生きてるっていうのは、それがでも楽しいのか。可愛い村にしてくんですよ。そう、なんかここが誰々ちゃんのお家で、ここが誰々ちゃんのお家で、ここにお花を生やして、でここに柄を描いたやつを飾ってみたいなのをずっとやって、その街をクリエイトしていくっていうのがすっごい楽しくて。あれなんだっけ、叶姉妹のさ、美香さんが一時期お姉様に言われて綺麗な蝶を取ってきてほしいみたいな、頑張るみたいな。モルフォですか？かな、あれが大変だったみたいな。ね、そういうのが欲しいってなってみんな集めてとかってことなの？モルフォはでも島に行けば。そうなんだ。じゃあなんだろう。ね、なんだろう。何かそういうのみんなやっぱお家に飾りたいみたいなことなのかな。なんかね、家だけじゃなくて本当に村ごと全部クリエイトできるんですよ。どこに木を立てて、床の柄も全部自分でかけて、なんか壁も何立てて、で家具も何千種類もあって、みたいな感じだったりするんで、やっぱその自由さとの高さみたいなものが結構好きですね、私は。逆にあんま戦うゲームよりそういう方が好きなんだなって。そうなの？そんなあんなに一緒に戦ってきたじゃないですか。戦えるよ別に。あれだ、強者の発言。戦えるよ、戦わないけど。戦わないけど戦えるよ。なるほどね。本当は戦いたくないけど。そうだったのか。っていう、続きまして。ザウルス。何？これはね、私も存じ上げておりますが、りょうさんからいただきまして、私の印象に残っている特徴的な語尾のキャラクターは、遊戯王デュエルモンスターズ、これ GX でいいんでしたっけ、読み方としてはね、ティラノケンザンです。私もね、なぜかこの人だけは知ってるというか、名前の通り恐竜族モンスターを使うデュエリストで、恐竜さんへの愛が非常に強く、なんとかザウルス、なんとかドンという、おそらく彼以外使わないであろう語尾が印象的なキャラクターです。面白い。本当に恐竜好きなだけ、ね。で、幼少期に化石の発掘現場で事故に遭い、足の骨を失いますが、代わりに恐竜の化石を埋め込まれた結果、不思議な力に目覚めるといったとんでもない設定があり、アニメ第2期ではスペースザウルスという精神体になって、主人公のモンスターと共に衛星兵器を破壊するといった活躍をしています。興味がありましたらぜひ一度アニメを見てみてください。ちょっと興味しかないよ。ですよね。ちょっとでも今回長くなったので、ザウルスの話は面言でしていきましょう。これはもう今のこの説明だけでみんな気になったと思うので、ちょっと気になりすぎたんです。この話、私聞きたいことだらけになっちゃったんで、そこ面言でお願いしてもいいでしょうか。ということで今回はここまでです。
。はいさて、番組開始1周年となる2026年5月にリアルイベントを実施いたします。あえての配信なし、ここでしか聞けないトークを展開いたします。特典付きチケットは皆さんが着用できるお面と私がデザインしたオリジナルシールが付きます。ちなみにイベントに関してこんなお便りもいただいております。はいじゃあお願い読みましょうか。はい。みさとさんからいただきました。ゆきねきこんすき。コンスキ。初のリアルイベントの詳細が出ましたね、コミコンの動画でおっしゃってたお面がとドキドキワクワクです、初のリアルイベント制服で行きたいと思う反面、ただの20歳が着ていくにはと思うところもあります。全然行きますよ。ちょっと20歳で迷われたら私たちどうなっとんねん。芝居よもう。そこで、ゆうきとねきの百鬼夜行のドレスコードみたいなのがあれば教えていただきたいです。イベント参加の際には主役の次に可愛くしていくと心に決めて参加しているので、今から何を着ていこうか、どんな髪型にするか悩んでます。楽しみにしてます、ということで。なんかデートみたい。ちょっと嬉しいね。素敵、いいですね。なんか結婚式来てもらうみたいで嬉しいですね。主役の次に可愛い。なんか和モチーフとかどうですか？あ、可愛い。ちょっと和のモチーフならね、男性も女性も入れやすいし、そうね。なんかないっていう方はそれこそね、お面つけていただくでも十分和モチーフですし、まあお洋服にちょっと和のモチーフ入れてもらうね、ちょっと帯留め使ってみるとか、なんかちょっとね、なんかハンカチを和にしてくるとか、そうね、小物でね。小物でもいいし、もちろんがっつり和装してきていただいてもいいですし、なんか全然折り鶴肩に乗っけるとかでもいいです。ああ、いいですね。もうご自身のね。思うままの和モチーフとか可愛いんじゃないかなって思います。イベントの詳細は今後の配信や公式 X をチェック。この番組はまだ知らない好きとつながろうキノコップの提供でお届けしております。番組オフィシャルグッズも発売中です。メンバーシップご登録いただくとメンバー限定の動画もご視聴いただけます。はい、この後私たちはザウルスの話をします。チャンネル登録と高評価、番組 X のフォローもよろしくね。それではまた次回お会いいたしましょう。好きね。あ、こうだ。ティラノケンザーさんは面白いキャラですか？面白いでしょ。本には狙ってないと思いますけど。でもさ、それこそさ、怪獣ってか恐竜が好きって言ってさ、恐竜が好きに対して語尾をザウルスにしたのすごいよね。猫になりたいから語尾がニャになったのと一緒か。恐竜になりたいから語尾がザウルスになったんだ。ほなしゃあないか。とはならんのよな。